簡単にいきませんか？はい、はまりました。どうも、ベトナム在住のうつです。今日はね、このカブ、タイヤ交換やっていきます。なかなかね、タイヤ交換に取り掛かれなかったんですが、これをね、探してたんですよ。映ってんのかなね。2.25 タイヤ、2.25 のね、サイズに対応してるチューブ、これがねちょっとなかなかというか、いいものが見つけられなくって、皆さんねこっちではね2.5 でも大丈夫だってね、それを売ろうとするんですけども、やっぱりねちゃんと対応したやつ入れたいですよね。それじゃあ取り外しやね。うわー、なかなか錆びてそうだな。これは 2.25、2.5 のチューブでしたね。錆びてるのかい？うわ、錆びてたか。よし。いやー、なかなか錆びてましたよ。これね、実はここにね錆び止め塗料ついてたんで、中ね塗ってあることを期待してたんですよ。いやー、これは錆び取りして、で一応は塗ってあるのか。塗ってその上から錆びてんだな。ちょっとこれは塗って明日まで乾かしてからタイヤ交換しようかなね。屋根裏からねちょっと私のホイール下ろしてきました。これね前終わらせてから後ろやるつもりだったんですが、両方外して錆び取りして、なんだ錆び止め塗料を塗ってからね前後タイヤ交換にします。かっこいいね、キャストホイールの株の完成ですよまあまあ冗談はさておいてね、なんせここ応接間なんで明日までの作業になるとね動かせないと困っちゃうんですよ。まあこれでね落ち着いて、作業できます。これかなりね無理にはまってたかもしれませんね。こう何か引っ張らない。このタイヤむちゃくちゃ柔らかいなんだこれむちゃくちゃ柔らかい。うわー、やっぱ段ついてましたね。ここ折りたたまれてる。映るかな。
こんな感じでね、なんかシワになってましたね。ちなみにね、これむちゃくちゃ柔らかかったです。これならね、レバーなしではまりますね。見てくださいよ。メーカー字の上ですか。字の上J です。I じゃないですまあいいや。こっちは、うわ、こっち綺麗じゃん少しサビあるけどね。まあいいや、やっていきましょう。それなりにね、頑張ってサビ落としました。こっちはね、そこそこ綺麗でしたが、一応ね、サビのところはすっておいて、上からね、サビ止め塗っちゃいます。しかしね、ベトナムってみんなこうやってサビ止め塗ってるんですけど、これってチューブとかに良くないんですかね。どうなんでしょうね。まあ塗ってね、1日2日ぐらい乾かそうかな。まあまあ、きっちっとね、乾いてからタイヤはめていきます。2日後です。サビ止め塗ってね、2日間乾燥させてました。これにね、タイヤはめていきたいと思います。まずね、フロントタイヤからいきます。IRC の NF26 ですね。これ前にコピーバイクでね、フロントタイヤにはめて、私はいつも結束バンドでタイヤ入れるんですが、ちょっと苦戦したんでね、今回少し改善できればなと思ってます。で、あとはね、このチューブを探してね、手間取ってたんですよ。 IRC の、2.25 ですね。なんかね、どこのお店に行っても 2.5 の方を勧められてね、これは共用なんですけど、 2.5 専用のやつでね、それで大丈夫だって言うんですけども、やっぱりちゃんとね、2.25 に対応したやつ入れたいんでね、これを探してました。じゃあはめていきましょう。これ前にコピーバイクの時に K 点がないっつったけど、もしかしてこれ K 点なのかな。ちょっとバルブの位置ね、ここに合わせておきます。前回ね、っていうか以前ね、コピーバイクではめるのがちょっと大変だったんで、バンド本数増やして、あとはね、ペンチでしっかり締めていきます。このタイヤは回転方向はないんで、ね、ビーツを通して、これでスルッとはまらんの？
でやっぱりちょっと固めか。タイヤの種類によるんだな。よいしょ。不安定だから体勢変えます。下に布引いて、これでいいんじゃない？踏みますかね。OK。とりあえずね、コピーバイクの時よりかはかなり楽にはまった気がします。やばいやばい、傷がつくこれでいいんじゃないかな。最後はね、何気にしてたかっていうとこれですよね。もともとついてたリアタイヤ、これが斜めになってね、シワが寄ってたんですよ。まあここが折れちゃった理由がね、最初なのか後から空気が少なめで走ってずれたのかわかんないですけどね、まあまあちょっと気を使ってみました。次はリアタイヤだな。リアタイヤも IRC ですね。NR6 かな。これはね、もう途中の作業は動画にしないで、最後のはめるとこだけ、動画撮影しようと思います。リアの方も準備できたんですけどね、フロントでやらかしました。フロントにね、これ入れるの忘れたんですよ。もういやまあまあ、とりあえずリアやっていきます。多分こいつはここもビードクリーム塗っといた方がいいのかもしれないね。さあ、じゃあはめていきましょう。こいつをこうして簡単にいきませんか。はい、はまりました。フロントどうしよう。リアのね、この後の処置はさっきのフロントと一緒なんで、この後は動画回さずにね、やっていきます。さあ、またね、フロントタイヤですよ。パンクせずに外せんのかな。いやで抜くのはこっち側からだよね。新品タイヤだからまだ柔らかいよね。てくれ。
さいんじゃない？ OK。抜けたんじゃない？抜けたよ。OK。よいしょ。次はめるのはね、もうちょっと動画にしません。さっきね、もうビデオ回さないって言ったんだけども、よく考えるとね、ティアがすごくスムースにはまったんですよ。で、これをね、ビードクリームをホイールにも塗ってからはめたんで、フロントもそれした方がいいのかちょっと確認動画を撮っていきます。こいつは閉めて、どこよ、ここね。でさあ、これの方がはめやすいんじゃない？そんなことはない。やっぱちょっと硬いのか、フロントは。タイヤにもよるんだな。はい、あとはではまりました。やっぱりホイールとかね、タイヤでいろいろ硬さは違うみたいです。今日はね、車体に乗せるところまで、車体に取り付けまでやろうと思ったんだけども、もうこれで終わりにしてね、動画撮らずに、バイクの方にね、タイヤはめていきたいと思います。それではまた。